皆様こんにちは。今回は、大阪環状線についての動画です。大阪環状線は、よく乗り慣れていない人に、ややこしい、と言われる鉄道路線です。大阪環状線は、文字通り読み取ればただの、大阪で回り続ける路線、ですが、決してそれだけではないのです。ではどのような点でややこしいのでしょうか。今回は、大阪環状線がどのような路線かを解説したいと思います。大阪環状線は、日中には主に4種類の列車が走ります。一つ目が、普通、環状、です。これは大阪環状線をぐるぐる回る列車です。二つ目が、普通、ユニバーサルシティ発着、です。この電車は、大阪環状線の天王寺から大阪から西九条を走り、ユニバーサルシティ USJ の最寄り駅、方面の路線と直通します。三つ目が、大和寺快速、奈良発着、です。快速なので、一部の駅を通過します。これがどう走っているのかというと、奈良方面は、天王寺から、大阪、西九条、天王寺の順に大阪環状線をちょうど一周して奈良方面に向かいます。奈良からは先ほどの逆で、奈良から天王寺に着いた後は、天王寺から西九条、大阪、天王寺の順にちょうど一周します。四つ目が、関空、紀州寺快速、関西空港、和歌山発着、です。大和寺快速と同様に、関空、紀州寺快速は、関空、和歌山から天王寺に向かい、天王寺からは大阪環状線を一周します。もしくはその逆方向に走ります。この他にも、大阪環状線には、特急や直通快速、区間快速が走ります。特急は、天王寺、そして一部が西九条に止まるだけです。直通快速、区間快速は、ラッシュ時に走る列車です。そして、これらは、ほとんどの区間で、同じ線路の上を走ります。快速も、普通も、同じ線路上を走るのです。これが環状線を分かりにくいと思わせる最大の要因です。日中は、環状運転する列車が15分おき、USJ 経由の列車が15分おき、大和寺快速が15分おき、関空、紀州寺快速が15分おきに運転されます。ただし、USJ 経由の列車は、12から15時台には運転されません。今宮、芦原橋、野田は、日中でも大阪環状線の列車が15分しか来ないことがあります。電車の編成は、普通と大和寺快速は8両です。関空、紀州寺快速は少し異なり、関西空港を発着する4両と、和歌山を発着する4両からなる8両です。関空、紀州寺快速は、日根のより北では8両で運転され、日根のから先の関空、和歌山は、分割された4両それぞれが発着します。したがって、大阪環状線を利用する際は、停車駅を把握する必要があります。また、関空や和歌山に JR で行く場合は、何号車に乗るかということも考える必要があります。大阪環状線の列車のうち、関空、紀州寺快速や大和寺快速のものは次の通りです。これらの座席はクロスシートという進行方向かその逆向きに座る座席です。これらクロスシートの車両は、日中に環状運転することは基本的にありません。一方、普通、環状もしくはユニバーサルシティ方面は、323系、201系で運転されます。このうち201系は、試作車が1979年、約40年前に製造された、国鉄の車両です。つい1年前、2017年10月までは、もっと古い、1963年に製造が開始された、103系もありました。なお、これらの座席はロングシートで、車両の側面に背を向けて座る座席です。つい数年前まで、大阪環状線の普通は全て国鉄のお下がりだったのです。製造から30年も40年も経過した車両ばかりだったのです。しかし現在では、これらは全て最新鋭の323系に置き換えられようとしています。JR 西日本は、平成30年度まで、つまり今年度中に201系も置き換えると発表しています。
少し前までは、大阪環状線の車両は古いものばかりでした。しかし、これらはここ数年で急速に置き換えられ、今はもう全てなくなる目前です。大阪環状線の普通列車は、一気に新しくなっているのです。まずは、こちらの画像をご覧ください。この画像に、大阪環状線と、その付近のランドマークなどを表示しています。しかし、これを見ると、環状線は、大阪の主要な繁華街である難波、道頓堀や、オフィス街の本町、淀屋橋、さらには新幹線の駅である新大阪を通っていないことがわかります。ここで、大阪の主要な路線の一つである、大阪メトロの御堂筋線についてお話しします。御堂筋線は、戦術のところは全て通ります。この他にも鉄道の要所である梅田、天王寺も通ります。ここで、山手線と大阪環状線を比較したいと思います。山手線といえば、東京中心部の鉄道輸送の核である路線です。2つの路線について表にまとめると、次のようになります。そして、先ほど登場した御堂筋線とも比較します。こうして見ると、大阪で鉄道輸送の核となっているのは、御堂筋線なのがお分かりいただけると思います。大阪環状線は、山手線のような性格は持たないのだと、私は考えています。そして、大阪では、御堂筋線が山手線のような路線なのだと思います。今回した話をまとめると、次のようになります。まず、大阪中心部の鉄道の核は、大阪環状線ではなく、御堂筋線です。大阪を訪れる際にはぜひこのことを意識してください。次に、USJ、奈良、関空、和歌山方面に直通する列車が、大阪環状線を環状運転する列車と同じ線路上を走ることです。環状線の列車に乗るときは、同じ乗り場から発車する電車の停車駅は、すべて同じではありませんから、停車駅を把握しなければなりません。また、関空や和歌山に JR で行く場合は、何号車に乗っているかも把握しておかなければなりません。最後に、乗り慣れていない列車に乗車するときは、必ず、それが行きたいところに停車するかを確認しましょう。東京の JR の運転系統は、そのほとんどが専用の線路を持っているので、気をつけることは少ないのですが、他の地域ではそうでないことが多いです。特に大阪環状線や名古屋鉄道をご利用の際は、お乗り間違いには十分にお気をつけください。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。